こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、ちょっと新しいキットの制作入っていこうと思います。開封ですね、をやっていこうと思います。で、デルタが完成したので、デルタの次にこれ作りますって前々から言ってて、ライブ配信とかでずっと背景に映ってたのもあって、気になってた方も多いと思うんですが、こちらですね。タミヤの12分の1、ローラ T70 Mark III、こちらの制作やっていこうと思います。で、僕この車のこと全く知りません。はい。それもそのはずで、60年代後半から70年代にかけてっていうことなんで、僕が生まれる全然前の車っていうこともあって、全然知らなかったんですけど、ちょっと軽く調べてみると、あれらしいですね。フェラーリを買収に失敗したフォードがフェラーリに対抗するために GT40 を作ったんですけども、その GT40 のプロジェクトの初期に関わってた2人がたもとを分かって、そのフォードから抜けた方の人が作ったのがこの車だそうです。はい。なので、ちょっとその辺ね、中の説明書とかに書いてるね、資料とかも見ながら制作やっていきたいと思います。というわけで今回はね、ちょっと開封だけっていう感じになると思いますけれども、やっていこうと思います。はい、そしたら中身をざっと見ていこうと思います。で、ちょっとね、箱が大きいんで一気にちょっと見れないので、パーツで分けて見ていこうと思うんですけど、まずはこのボディのパーツですね。このフロントカウルとこのフロントガラスがつく部分で、あとこの後ろにこのドアと隔壁ですね、隔壁がついて、でその下にこの燃料タンクのパーツがついて、その後ろにこのエンジンカウルが、リアカウルがつくっていう形になります。で、ちょっとどこまで合わせ目が存在するものなのかっていうのが正直ちょっと今現時点で分かんないんですよね。っていうのは、サイドのね、この下にこの燃料タンクがつくんですけど、こういう形でねつくんですけど、ここに関してはおそらくつなぎ目が残ってていいと思うんですよね。ここタンクやから多分これだけで取り外せるようになってると思うんで、あっていいと思うんですけど、このフロントガラスの上、このルーフのここの真ん中の部分ですよね。真ん中の部分がこのパーツになるんですけど、これが合わせ目が実車にあるのかないのかっていう話で、これおそらくないと思うんですよね。ここの合わせ目おそらくないと思うんで、ちょっとね手順を考えないと、合わせ目消しができないなっていう感じですね。説明書の順番で言うと、塗装をした後にこのパーツにドアのヒンジを組み込んでドアを取り付けて、でドアごとここに取り付けるっていう形になってるんですよ。なんでその順番で作業しちゃうと合わせ目消しができなくなってしまうので、ちょっとその辺はね手順を考えないといけないなっていう感じかなと思います。はい。ね、あとはね、ちょっとね、色のね説明がね、昔のタミヤのキットはいつもなんですけど、色の説明がかなり曖昧っていうのもあって、ボディに関してはこれ紺で塗ってくださいっていう風に指定をされてるんで、その色で塗ればいいんですけど、例えばバルクヘッドのここの部分が何色なのかとか、そういう細かいことがねあんま書いてないんですよ。なんでその辺ちょっと調べたりとか、こんな感じだろうっていう想像力を膨らましたりとかで塗っていくっていう感じになりますね。はい。で、あとボディの方を見ていくと、キット自体がねかなり古いキットっていうこともあって、こういうパーティングラインだったりとか、あとこういうバリだとか、そういうのは結構あるので、その辺を修正していかないといけないのと、あと
こっちとかも金型の傷ですよね。金型の傷だったりとかそういうのが結構あるので、その辺はねきっちり修正をしていってあげたいなっていう感じになってます。こっちとかもそうだな。こっちとかもねなんかおかしなことになってますね。なんだこれって感じですけど、こんな感じになってたりとかで、多分これもパーティングラインなのでこれも削らんとダメですよねっていうのがあるので、その辺を修正していく必要があるかなと思います。このドアに至っては押し出しピンの跡が表まで出てきてますからね。はい、こんな感じになってます。はい、これが一応ボディの外装のパーツですね。外装のパーツがこんな感じになってます。パーツ、艶消しのメッキのパーツと、あとギラギラなメッキのパーツっていうのが、1枚ずつ入ってます。でこっちに関しては正直ね質感がいいので、タミヤのこのタイプの艶消しのメッキは質感がいいので、こっちに関してはねよっぽどのことがない限りはこのまんま使おうかなと思ってます。こう明らかにこれおかしいやろっていうところは処理しますけど、多分このまんま使う感じでいいんじゃないかなと思います。こっちに関してはね。はい。でギラギラなメッキに関してはちょっと場所によって使い分けようと思ってます。っていうのは、このローラ T70 ってエンジンシボレーなんですよね。シボレーの V8 エンジンが乗ってるんですけど、このヘッドカバーだったりとか、こういう部分、あと給油口の蓋だったりとか、こういう部分っていうのはギラギラのメッキでいいと思うんですよね。実際アメ車ってそういうの多いんでそれでいいと思うんですよ。ただこのキャブだったりとか、この辺ファンネルはこのままでいいと思うんですけど、このキャブボディの部分とかこのインマニのパーツ、この辺のパーツとかはちょっとこのまんまだと見栄えがあんまり良くないかなって思うので、この辺はねちょっと剥がして塗装しようかなと、塗装して仕上げてあげようかなと思います。こんな感じで、ちょっとねメッキは傷いきやすいんでこれは使う時まで袋は開けません。であとこっちがエンジンとかのパーツかな。こんな感じでエンジンとかサスペンションとかのパーツになってますね。こんな感じ。この辺は特に何の問題もないですね。普通にモールドも綺麗なんで普通に説明書通り組んでいけばいけると思います。であとこっちが液マニかな。液マニとテールパイプで、この辺は何だろう、プーリー系となんかのタンクかなんかかなっていう感じになってますね。はい。であとこっちがこんな感じでホイールだったりとか細々したいろんなものですね。この辺のパーツが入ってます。こんな感じ。ですね。でこれねちょっと説明書を見てて気になったんですけど、これフロントのブレーキがねどこにあるかな。フロントのブレーキがこれ実はキャリパーが裏側しかつかないんですよ、説明書を見てると。なんですけど実車はおそらく外側にまでね当然キャリパーがあるはずなんで、ちょっとその辺ホイールとのクリアランスとかを確認した上で、もしあれだったらキャリパー外側の部分を作ってあげるっていう必要があったりするかもしれないですね。これがフロントのアップライト、これがフロントのアップライトになるんですけど、このキャリパーの外側がないんですよ。外側が、リアはね内外両方ともキャリパーついてるんですけど、フロント側がついてないんで、もしあれだったらこいつを複製して、多分サイズ的に似たようなもんだと思うんで、これを複製してこっちの外側にかぶせて、で、ホイールとクリアランスを確認してっていう感じでやってあげるといいかなと
思います。スポークのデザインがね、ホイールのデザインがこういうデザインなんで結構外から見えちゃうんですよね、ブレーキは。なんでこの辺はいけそうなんであればやってあげた方がいいかなと思います。はい、そんな感じで、あとこの辺はもうフレーム周りですね。フレーム周りのパーツが入ってて、この時代の車なんでおそらくモノコックはアルミなので、説明書がねグレーかシルバーで塗れみたいな感じの指示なんですけど、おそらくほとんどがシルバーだと思います。なんで説明書ちょっと確認しながら、ある程度もう一気につけれるもんはつけた状態で一気に塗っちゃった方が多分綺麗に仕上がると思うので、シルバーで塗ったところね、後から流し込みとかでつけるとそこすごい汚くなっちゃうんで、もうつけれるもんは先につけた状態で塗っちゃうっていう風にした方がおそらく綺麗に作れると思うので、そんな感じでやろうと思います。あとこっちが内装関係かな。こっちが内装関係ですね。ダッシュボードとかドアの内張り、あとメーターというかコンソールパネルとかシートっていう感じになってますね。こんな感じで、これも、フレームのモノコックのパーツですねっていう感じになってます。で、あと細々ショートパーツ、こういうゴムのチューブだったりとかメッシュサスペンションのスプリングだったりとか、その辺のパーツっていうのがあれこれ入ってるっていう感じになってます。はい、パーツはねこんな感じです。あとクリアパーツがありますけどね、ヘッドライトとフロントガラスとサイドガラスのクリアパーツがあるんですけども、一応パーツ自体はだいたいこんな感じっていう形になります。はい、でこれは、依頼品なんですけど、これも依頼品なんですけど、ご依頼者さんが持ってきた時点でデカールが欠品してたんですよね。デカールが欠品してて、もうタミヤのストックもないっていう状態なんで、どうしましょうかっていう話だったんですけど、ご本人がもともとデカールなしで作ってほしかったそうなので、もう外はもうコーン一色っていう形で、作っていく形になります。ちょっとメーター周りのねデカールがどうしようもないんで、そこだけちょっとねどうしようかなって感じなんですけどね。メーター周りと、あと本音を言うとこのフロントフェンダーにマーシャルのステッカーが貼ってあるんですけど、これだけできれば欲しいなみたいなというであったんですけど、その辺もし何かから流用ができそうなんであればちょっと探してみようかなと思います。はい、というわけでね、とりあえずちょっとどういう順番でやっていくかもねまだちょっと決めれてないんですけども、まだ制作の方がやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークから通知をオンにしてもらうと最新の更新情報など見ていただけるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、どんな感じになるんでしょうね頑張って作っていきますんでよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。